皆様こんにちは。また私の皆様へのメッセージの YouTube を見ていただいて誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症に伴います緊急事態宣言の解除から約6週間が経ちました。そして首都圏への移動制限解除から2週間が経過しようとしております。こうして皆様にまたお話を申し上げることになりました。しかしこれまで、しばらく放送しておりませんでしたが、それも皆様方が細心の注意で感染症にの元にならない、あるいは感染症にかからないということで努力いただいた賜物でございまして、これまでのご尽力に心から感謝申し上げます。過去を振り返りますと、5月6日に市内6例目の新型コロナウイルス罹患者が確認されまして、そして5月8日にですね、市外在住の方でございますが、郡山市内で陽性が確認されました。しかし今現在ではですね、罹患されて入院された方全員の方が退院されております。今エッセンシャルワーカーという言葉、皆様お耳にされていると思います。医療従事者の皆様、そしてその活動を支えておられる皆様が本当に昼夜を分からず全身でご貢献いただいた賜物でございまして、市民の皆様と共に感謝申し上げたいと存じます。さて、今感染症の、広がり具合どうでしょうか。東京では再び感染症を罹患した確認された方が相当増えました。7月2日目には感染者196人と200人迫る勢いとなりました。遠い東京のことだからというふうには考えられる状況にはございません。今東京、福島県、県外との交流は元に戻っております。したがっていつ郡山市で感染された方が出てもおかしくはない状況でございます。実は制限されていた時代の方が私どもの注意の程度は少ないとは言いませんけれども、いろんなお互いの成果が多かったから接触の回数も少なくございました。しかし今はですね、コロナ感染症が発症以前と同じような生活スタイルも持っておりますから、その分だけですね、感染症に罹患するという可能性が実は高まってるんですね。従いましていろんな制約があった時よりも今の方が一層皆様の日常の生活において仕事の上でご注意いただかなければならない状況になっております。どうか3密回避、それから手洗い励行、そして2メートルの距離を置いての着席、あるいは会議ということにどうか忠実にご実行いただきたいと思います。市役所の会議室の模様を見ていただいたと思います。来客があった際もいろいろご説明して距離を置いて滞在してお話をさせていただいております。どうかこれまでのご努力が水の泡にならないように引き続きですね、3密回避、そして手洗い励行、換気を十分にということをお願い申し上げたいと思います。今公園あるいは市の施設も徐々に皆様に元通りご利用いただけるように努力しておりますけれども、それはもう全く感染症の危険がなくなったということは全くありません。実は我々の行動が自由になった分だけですね、感染症に罹患する可能性は高くなったと言っても過言ではないわけでありますので、従来通り3つのご注意事項についてぜひ履行いただきたいと思います。で、今申し上げたことをですね、
ざっと思い出していただきますために今グラフを出しております。ずっと保健所であるいは医療機関で検査をしていただいております。まだまだ皆様方が、これはある意味でですね、皆様方がコロナ感染症について十分意識をして検査していただいているということで、どうぞこれからもですね、躊躇なくご不安の時には、検査を受けていただきたいと思います。で、東京の模様でございますが、一時は非常に減りましたが、また最近120人以上という方々が感染者として確認されたということでございます。したがいまして私どももですね、今まで以上に皆様方と共に日常活動において注意深く、そしてまた皆様方が罹患した際には毎日罹患した場合どうするかということをですね、常に危機感を持って臨んでまいりますので、どうか皆様一緒にですね、一人も罹患者を出さない、お互いに罹患しない、そしてご家族、同僚の方、お子さん、そして友人の方が罹患しないように一緒に取り組んでまいりましょう。久しぶりの皆様へのメッセージとなりました。これから暑くなりますのでですね、このマスクのかけ方も非常に注意が必要となりました。熱中症にならないように、より今まで以上に注意深くマスクの着脱をご配慮いただきたいと思います。いずれにしましても、ちょっと健康状態がどうも思わしくないという時には、帰国者、接触者相談センターにご相談ください。それでは明日、明後日と土曜日、日曜日でございますが、どうぞ良い週末をお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。